肉はもう薄皮で揚げ焼きでパリパリの食感、中はジューシー。お待たせしました。はい、はい、はい、続いて手前味さんの2半2丁。いっぱい挨拶してる感じとか、なんか活気ある感じが雰囲気にこう入れるっていうか、楽しくお酒飲めるなと思って。名物のタイミングはい、お願いします。せーの。せーの。シアそっち持てる？どうですか？安部自体はもう54年目で、まあ、場所が10年ぐらい前にこっちに変わってで今ここで10何年やってますね。ずっと変わらないスタイルというか。そうですね、メニューも変わってないみたいですね。餃子、ラーメン、おでん、この3つだけ。屋台は子供の時から見られてたというか。高知県にその屋台文化っていうのがあったんで、僕が小さい頃から週末とかもすごかったですよ。屋台めちゃくちゃあって、もう今はもう今年の3月いっぱいでもう一斉に辞めてしまったんで、なくなったんで、条例で。じゃあもう安兵衛さんだけ。そうですね、屋台は高知のね、屋台文化って一つの文化やと思うんで、そういうのがなくなっていくのはすごい寂しいですよね。高知で言ったらよさこい祭り、やっぱ県外のお客さんがいっぱい来てくれる時っていうのはもうそこの曲がり角ぐらいまでは5、60人とか結構長い列なので。目の前を通りかかる方に挨拶されてるじゃないですか。それはお客さんとは限らないですよ。それはもうまあそれでこっちに興味持ってくれたらいいなとも思いますし、なんやろうと思って覗いてくれて赤ちょうちんやったら来てくれるかもしれないじゃないですか。やっぱその屋台らしさ活気っていうのもあるし、そういう部分はすごい大事にしてますね。じゃあもう地元の方とかはもうちっちゃい子供とかはもう毎日のことなんで、僕らより先に言われるですね。こんにちは、僕らもこんにちはって大きい声で出して言って元気になるじゃないですか。僕らもそうやし、その子らもそうやし。その子たちがまた大きくなってそうですね、食べに来てくれる、そんなんしてくれたらね、本当嬉しいですけどね。キノコちょっとあるよ。全然見えない。キノコないよ全然。はい、いただきます。営業がある日は皆さんでお食事されるんですか？まあそうですね、営業の時は今日はきのこ醤油パスタです。一番難しい。何年ぐらい？僕でもう13年ぐらいですね。結構楽しくて仕事が。そう、それでもう13年ぐらい今いますね。はい。これだけはうまいな。深夜なんか
もともと高知の人間です。仕事の出張で。あ、仕事の出張で。もともと知ってるんで、ここにあるのは。昔から。もう何回も行って何回も。はい、出前で三平さんです。はい、これまで三平さんです。二平さん。以上でよろしいですかね。はい。はい。あと、この先餃子1、宮崎1。手前右さん2番終わり。平井さんの1丁。久しぶりに一気にいけ。お待たせしました。お待たせしました。どんな食感がするんですか？外はパリパリ、中はジューシーだね。はい、いらっしゃい。はい、こんばんは。2名さん。はい。はい、3割。はい。安兵衛さんの餃子の特徴って、食感がもう多分他の餃子とは全く違うと思います。特徴はもう薄皮で揚げ焼きでパリパリの食感、中はジューシー。野菜が多めなんですけど、だから何個でも食べれちゃう感じですね。お酒とはめちゃくちゃ合います。ビールとも。愛媛県からわざわざあ、愛媛から、ここの餃子を食べに来たい。あまり食べたことないような餃子ですね。美味しいですね。手前右手3名。はい、このはいいとお願いします。2名さんやから2名さん行こう。はい、どうぞ。はいどうぞ。次最後平野さん行こうか。はい。田前さん餃子1、宮崎1です。もう何度も来てます。餃子のお味いかがでした？美味しかったです。パリパリでした。サクサクした感じが美味しいなって。いっぱい挨拶してる感じとか、なんか活気ある感じが雰囲気にこう入れるっていうか、楽しくお酒飲めるなと思って。大また来ます。多い時だとどのくらい？多い時やったら4000個ぐらい、4000個超えるぐらいかな。大型連休の時とか、よさこい祭りの時とかは。はいよ。あとはその、はい、2名さん。はい。よいしょ。はい、ありがとうございます。はい、頑張るよ。はい、頑張るよ。はい、ズンマーさん。はい、頑張るよ。はい。よだ、お待たせしました。ありがとうございます。はい。2だけいってから2いってからね。2軒目です。2軒目。せやからちょうどええんですよ。はい、うまい。普通に美味しいのに。はい、頑張ります。はいよ。こんばんは。酒前。ねんつけて。はい、はい、おかげ。はい。おねんこれ見て。前右さんで餃子3人。聞いてないです。当たり前よ。この子に一番腹立つんだけど、私。ここに肉食べる人であって。めっちゃ
の出前結構ね、もうだってそうよ。あ、ちょっと食べて。電気代さんワイドする。はいしゃい。はいがなるよ。水前さんに餃子1追加です。まあ1年ぐらいできますね。はい餃子いける。これ4つ目。手前左さん。船に乗る人も少なくなって。立ちはいかんわ。はい餃子いける。こうやって生活してたのね。そうもう何もはい餃子ありますはいよはい餃子あります船のトレンドはスターリング。あの人はね、船じゃ。はい前中さんはいようどんそばね。嘘でしょ。前お願い一回前お願い。いやー、いつも盛り上げますね。はいよはい、続いて手前みさんの2半2丁。はいよはいラーメンどうぞありがとうございます。はい、手前左を使いくなんとカウンターヒーター2年3分立ちに行きます。はい、めがるさきまえさん、前からすいません、ラーメンあ、そう、気をつけて今日は餃子とおでんの盛り合わせとラーメンとビール。もう全部フルコース。フルコース。お味いかがでしたか？姫さんあります。近く来たらこっち来ると思う。以上ね。はい。次2丁やろ。3人後であげます。花芽さんまで、まずそこでね。左手に。何分ですか。2分です。あ、お姉さんだから若干静かなんだ。なんかまるか。これ。いや、飲んでいいよ。そっちは今からラーメンだ。ラーメンの今ちょっと僕から。出前だとサゴリ。はい。はい。待って。もうこれの。はい。ラーメンだよ。はい。絡まれた方がいいぞ。ありがとうございます。ほら。熱いのに気をつけてください。すみません、お待たせしました。ラーメンです。はい。お願いしますチャーシュー麺です。はいよ。はいよ。はい、こんばんは。こんばんは。はいよ。ごめん。
はい、取ります。まずは新ですよ。いらっしゃい。まあアルバイトで入って仕事が面白くて、まあ、屋台の魅力っていうんですかね、提灯に火つけて用意どんで営業始めるって毎日ドキドキできるでしょ。それは僕は好きですけどね、屋台。県外から会いに来たよって来てくれるお客さんもおるし、まあそこはほんま飲食業接客業の醍醐味じゃないです。思い出に残るような店にもしたいし、また来たいと思ってもらえるような店にもしたいし、ただ餃子ね作って餃子出してるだけじゃなくて、やっぱ人と人のつながりがすごい大事かなっていうのはありますね。こんばんは。2名さんやから2名さん行こう。